どうも、ジャズピアニストの長吉俊雄です。今回は通称マリオカートリックと言われているフレーズの分析を行います。Wii U、任天堂スイッチの大人気ゲームマリオカート8、マリオカート8デラックスのドルフィン岬というコースの BGM、そのアドリブソロのフレーズ、サックス奏者の勝田和樹さんのアドリブのワンフレーズが通称マリオカートリックと呼ばれていて、海外の YouTuber が取り上げた結果、それがめちゃくちゃバズったんですよね。今回そのおこぼれを預かろうと、分析を行いましたが、初心者の方も中級者の方も、レベルアップにつながるような素晴らしいワンフレーズだということが分かりました。このチャンネルではジャズピアニストである私が音大で学んだジャズ理論、音楽理論、実際の演奏から得た知識、超有料級の情報を皆さんに惜しみなくお伝えしていきます。このシリーズの動画を見ることで音大並みの知識が得られます。そうしてジャズを楽しめる人をもっと増やしたいです。Zoom を使用したオンラインレッスン、宿題提出型の通信レッスン、ジャズ独学ウェブサービスジャズステップスなど生徒さん募集していますので、初心者の方お気軽にお申し込みください。詳細は概要欄にあります。ではフレーズの分析をいってみよう。マリオカートリックの分析をしてみようと思います。コード進行はこういうコードが伴奏が鳴ってはいます。もっと細かいコードの動きがありますので、このコードは消しておいて、細かいフレーズのコードの動きを追ってみようかと思います。最初のソファミに関しては、これはE フラットメジャーペンタトニックスケールでいいのかなと思います。そしてメジャーペンタトニックスケールはこの E フラットメジャーセブンスのこのメジャーセブンスに解決すると結構気持ちいいので、メジャーペンタトニック使うんだけど、メジャーペンタトニックにプラスメジャーセブンスの音がくっつくみたいなのはスムースジャズの定番のパターンかなと思います。で、ただここを見てみると、ここはただ f マイナーセブンスが、実際コードになっています。f マイナーセブンスで解釈してみようと思います。5、5、7、5、3、1マイナーセブンスのコードトーン、そして上と下にアプローチノートがついています。上はスケール、下は半音で良いです。レドシシラについてですが、これはここは B フラットセブンスでビバップスケールが使われています。シレファラ1357の音が表拍に来るように7とルートの間に半音クロマチックの音を挟むといいんでした。135717531
ビバップスケールというものです。サード、ルート、セブンス。ここにビバップスケール特有の半音が入っています。これは f マイナーセブンスで解釈するといいでしょう。で、2-5の2と5を行ったり来たりしているようなイメージで分析してみるとどうでしょうか。サード、フィフス、半音下、フィフス。上はスケール、下は半音というのが1音のアプローチノートの基本ですが、これに忠実にフレーズができていますね。上5、下5、7、5、3、1、3、1、そしてクロマチック。で、F マイナーで3、5、下5。そしてこのソシシソラレファファレミ、このパターン、同じパターンですね。ソラレミ。この4音のアプローチノートの仕組みを見てみようと思います。ターゲットノートは f マイナーセブンスのサード。ソラ。まず最初はサードに対する半音下。最後も半音下。そしてスケールの上。シラ。ここはいつもの上5行5行解決という2音迂回のパターンです。それに最初の音が追加されているだけだと思ってもらって構いません。この2音迂回のパターンちょいちょいやってますが、スケールの上の音がターゲットに対する超2度上だった場合、シラはターゲットに対する半音上と半音下で囲んであげていいんでしたね。これがターゲット。全音上、半音上、半音下、ターゲット。2の音、スケールの上、半音上、半音下、ターゲット。こちらも同じくです。ミに解決したいので、このミは f マイナーのセブンスと捉えてもいいし、キーの主音と捉えてもいいでしょう。そしてスケールの2度上。これが超2度上だった場合には、こことここはターゲットに対する半音上と半音下で挟んであげていいんでした。ここは何の音でもいいですが、これは半音下になってますね、ターゲットに対する。これできるようになるといつでもじゃないや。ターゲットに対するスケールの上の音が全音上だったときは、レドの時には、シレレシド。全音だった場合は、こういうような4音を
けるようになると良いでしょう。なんで今のこのパターンは、練習パターン楽譜を概要欄に貼っつけておきます。というわけで完成ですね。メジャーペンタトニックアプローチノートがついたアルペジオ、ビバップスケールアプローチノートがついたコードトーン、そして4音のアプローチノート解決、コードトーンコードトーン、こんな解説しなかった。これはレーっていうのは B フラットセブンスのサードだと思っていいでしょう。F マイナーのミレという73の美味しい進行ができています。レミでコードトーンコードトーン、恐ろしく実践的なコードトーン、そしてビバップスケールアプローチノートの、練習ができそうです。練習になりそうなフレーズです。しかもこれがすごいのは、元のコード進行はこういうコード進行じゃないっていうところですね。この自由自在に f マイナーセブンスと B フラットセブンスの行き来が行われているというのがミソです。このようなコードの置き換えのアイデア、置き換えというか大きく捉えているというか、どちらでもいいですが、その行き来が起こっていたりするわけですね。フレーズ分析をするときに、もちろんその鳴ってるコードでの度数を分析するのは大事なんですが、実際にどういうコード、鳴ってるコード以外にどういうコードが想定されているのか、どういうコードが想定されたようなフレーズなのかっていうのを、考えられると、次のステップに、分析の次のステップになるんじゃないかと思います。ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。